こんにちは、ケイスケです。今僕はパリの市庁舎オテル・ドゥ・ビルに来ています。右奥に見える街灯の向こう側遠くにノートルダムのファサードの塔が見えています。カモメがいますよね。90年代以降、カモメやウミガラスは容易に得られる餌を求めて海から川を遡ってきたようです。毎年7月から翌年3月にかけて北海のカモメたちは気候が良く餌が豊富なパリにやってくるそうで、フィンランドやデンマーク、さらにはポーランドから来るカモメもいるそうです。現在の気温は5度です。10度を切るとやはり寒いですよね。11月のパリは1日のうちで晴れと曇りが何度も交互に訪れ、日を追うごとに寒さが増して雨が降ることが多くなります。今日のパリの日の出は8時、日の入りは17時と日照時間は9時間程度になるんですね。ちなみにこの時期の日本では日の出は朝の6時過ぎ、日の入りは16時半と日照時間はパリよりも1時間ちょっと多くなります。2013年に店名を改称したル・ベアシュヴェ・マレです。ギャラリー・ラファエットグループに属する複数の専門店からなる百貨店です。この真下にメトロ1号線の駅オテル・ドゥ・ビルがあります。リボリ通りを挟んでベアシュヴェ正面に位置する市庁舎のブティック入り口にもクリスマスツリーが飾られました。以前パリ市長のイダルゴさんがパリ市内での自家用車の利用規制を厳しくしているという話をしましたけれど、このリボリ通りもその規制が厳しくなった通りの一つで、ベアシュヴェはそのパリ市の交通計画の影響を受けているようです。ベアシュヴェに限らずパリ市内での自家用車の利用規制はデパート経営者を悩ませています。ベアシュヴェはこの規制強化と同時に売り上げを 20% ほど落としているそうなんですよね。依然としてアジアからの旅行客は戻っていないようですが、地元や欧州内の近隣諸国からの客足はかなり戻ってきているようです。今年のベアシュヴェのクリスマスのコンセプトはスイスの山小屋だそうです。このコンセプトのもと、期間限定で12月31日まで営業しているル・シャレ・デ・マフモットです。何を販売しているのかというと、今店員さんが元に戻した半円のもの、何だと思いますか？これチーズなんです。そしてこの半円のチーズの上にあるものは電気コンロのようなもので、こうしてトロトロに溶けたチーズをバゲットに流し込んでサンドイッチを作っているんですね。もうこの一帯は濃厚なチーズの香りでいっぱいです。お店には行列ができています。ベアシュヴェを離れて川沿いに歩こうと今セーヌ川の方に向かっています。テラスもまあまあ埋まっていますね。このセーヌ川沿いの通りには園芸ショップと花屋さんが並んでいます。そういえば先日読んだある記事によると、フランスでは花屋の 62% が6人以上の従業員を抱えているそうです。ちなみに従業員の男女比はどれぐらいだと思いますか？答えは1対3です。セーヌ川の方に渡ってみました。そこに見えるのはポヌフです。そういえばついこの間夜中に歩きましたよね。今日のクルーズはちょっと寒そうです。そういえば14億ユーロを投じて2024年のオリンピックまでにセーヌ川を泳げるようにするという話はその後どうなっているんでしょうね。ということで今年の6月に2005年の閉鎖以来16年ぶりの営業を再開したサマリテーヌにやってきました。サマリテーヌもすでにクリスマス模様になっています。ちなみにクリスマスはフランス語でノエルと言います。ご覧の通り入店の列ができています。人気があるんですね。店内ではマスクの着用が義務になっています。実は以前からこの内装を見てみたかったんです。このサマリテーヌのセーヌ川沿いの部分では海外からの観光客向けに主に高級品、美容品を扱っていて、
リボリ通り側では国内の顧客向けにストリート系ファッションや小さなギフトを扱っているようです。長期にわたる改修工事の写真がありました。かなり大掛かりな工事だったようです。ということで、この曲線の綺麗なアール・ヌーボーの階段を登ってみますね。デパート内には約600のブランドが7つのフロアに広がっています。各店舗のディスプレイの仕方はかなり贅沢で、販売を目的とした店舗というよりはショールームといった感じです。この階段の手すりは金箔で装飾されています。当時のままのオリジナルのオーク材の階段だそうです。何かに全部で270段と記載されていました。もちろん数えていません。素敵な階段は歩くのが苦になりませんよね。このシャンパーニュのルイナークの起源は1729年と最も古いシャンパーニュで、現在はモエネシー・ルイ・ヴィトンの傘下に入っています。ということで最上階まで登ってきました。最上階は飲食店のみになっています。フレームの形状が美しいガラス張りの天井です。この最上階の部分だけを見回してみると、とてもデパートのようには見えませんよね。日本の村松良太郎さんによる参加型アートプロジェクト、ダンデライオンプロジェクトが開催されていました。このアートプロジェクトは京都や東京でも行われていたようです。この方、2012年に東京駅のプロジェクションマッピング、東京光ビジョンをされていますね。このサマリテーヌはアール・ヌーボーとアール・デコが入り混じった建物で、歴史的建造物に指定されています。このサマリテーヌの中には現在12のレストランエリアが設置されているそうです。最上階のレストランはどこも満席で人が並んでいます。大盛況ですね。朝10時から夜中の2時まで営業しているそうです。このガラス張りの天井の真下にはクジャクと呼ばれているサマリテーヌの象徴的なフレスコ画を一面に見ることができます。1907年に描かれたものを修復したようです。ちなみにこのフレスコとは壁に直接絵を描く絵画技法の一つで、石灰と砂を混ぜたモルタルを壁に塗り、乾燥しないうちに顔料を水だけで溶いて色をのせていくという画法です。イタリアの教会に見られる壁画の多くはこの画法で描かれています。ということで外に出ました。すでに暗くなっています。外はやっぱり寒いですね。こちらはリボリ通りから見たサマリテーヌです。ポンヌフ側とは雰囲気がガラッと変わって全面ガラス張りになっています。向こう遠くにサントスタッシュ教会が見えています。1532年に始まったこの教会の建設は、なんとその100年後の1633年まで続きました。100年で思い出したんですが、ヨーロッパではフランス、スペイン、イタリアの3カ国が人口に占める100歳以上の割合が約 0.03% と最も高いようです。ちなみに2021年現在の日本ではその倍以上の 0.07%、 つまり86,510人が100歳を超えています。フランスの人口は日本の約半分です。気づいたらコレット広場まで来ていました。パリは狭いし、景色もいいので、なんとなく歩いているとあっという間に結構な距離を歩いていたりするものです。今日も大勢の人々がダンスに興じています。いつも見るたびに思いますけど、本当に楽しそうに踊っていますよね。とうとうプランタンまで来てしまいました。
かなりの人が出ていますよね。デパートのショーウィンドウの前には人だかりができています。ちょっと笑ってしまったんですけれど、フランスでは例年インターネットで注文されたクリスマス用のギフトの約 30% が時間通りに届いていないそうなんですね。まあこれは今の世界的な輸送環境の影響もあるとは思うんですけれど、それでまあそんなこともあって最近では7割の方が実店舗での購入を考えているそうです。もちろん購入するものによってもその差はあるようで、特にファッションアイテムと美容製品にはその傾向が強いようです。確かに身につけるものの質感やサイズってとても大事ですし、肌につけるものってやっぱり気になりますもんね。フランスの調査会社オピニオンウェイによると、今年はフランス人の約半数にあたる 45% の人々がクリスマスツリーは買わないだろうとアンケートに答えていて、その理由の3割は価格だったそうです。また最近のガソリン価格の高騰でクリスマスに家族や友人と会う機会が減るかもしれないと 32% のフランス人は考えているようです。個人的な感覚ですけど、この COVID の発生によって与えられた人生をどう生きていくかという人生観や価値観は人々の間で随分変わったような気がします。もう少ししたらシャンゼリゼのイルミネーションが始まります。ということで明日もいい日になるといいですよね。それではまた。